アクアリウム初心者のおっさんが魚と暮らすためにゼロから水槽の準備をしています。今回ついに水槽へ水を入れます。慣れた方には当たり前の作業かもですが、僕にはとっても大きな一歩ですね。皆さんは初めて水槽に水を入れた時、どんな気持ちでしたかね。で、今でもその気持ちって忘れてないですか？初めての僕には、なんかすごく嬉しいんだけど、ちょっとね、変な気持ちでしたね。ただのガラスの箱に水を入れるっていう、たったそれだけのことで、この小さな空間がなんか別の世界に変わっちゃったみたいな、そんな気がしたんですよね。あとは部屋の中でホースから水をまくっていう行為にちょっとした背徳感みたいなのを感じながら、不思議な気持ちで水が溜まるのをずっと見てました。ということで、注水完了です。さて、1日放置してさほど変化ありませんね。気泡がいっぱいあるのは、お風呂で湯船に湯を溜めて、一番最初に入ると肌に気泡がたくさんつくのと同じ現象だと思います。で、まず見た目、ゴミがね、結構やっぱ浮いてますね。今までの作業で出た、ホコリとか当然かなという感じですね。水質のチェックもしてみます。理由は後で説明するとして、チェックにはまずこのテトラの 6in1 っていう試験紙を使ってみます。で、このチェック表はケースにね貼ってあるんですけど、使いにくいんで剥がして段ボールに貼り付けちゃいました。アクアリウムをまだやってない人からすると、これ見て何やってんのって感じですよね。あんま難しく考えないで、調べておくことがあるんだねくらいで見ててもらえればと思います。で、使用法通りにやってみて、特に大幅に変な値は出てませんね。精度はあんまり高くないようなんで、経験のためにですね。で、これをアプリでも結果を見れたり保存ができるのでやってみたんですが、読み取り位置にばらつきがあるみたいなんで、これはちょっともう使わないかな。で、精度が高そうなセラの試薬で、pH と GH を測ります。この記号みたいなのもとりあえずそういうのがあるんだねぐらいに思ってもらえれば。で、まずは pH のチェック。これ試薬では6.5 から7の間ぐらいだと思います。で、次に GH。試薬の使い方は各社のウェブに詳しく載ってるのでそちらでお願いします。GH は4っていう感じですね。これらはうちの水道水とほぼ値が変わってません。で、なんでこんなチェックを現段階でしてるのかっていうと、ここで使ってる竜王石っていう石が水の高度を上げる性質があるみたいなんですよね。でもこれって水量に対してどのくらいの石があるとどうなるっていうデータがね全然ないんですよね。僕が知りたかったのはうちの水槽の水量に対して
この竜王石の量で1日とか2日でドカンって高度が上がっちゃうのかどうかっていうのを見ておきたかったんですね。さらに3日放置しました。で、これもう目に見えて水が濁ってますよね。ちょっともうせっかくなんで水替えの方も経験しておきたいと思います。で、ちなみに、この水槽こんな感じのね、ガラスの蓋が付属してました。綺麗なんですけど、なんかこれ落としてガシャーンって割りそうですげえ怖いですね。で、ご覧の通り、とにかく汚いですね、水が。なんかこう、今までの諸々のコクっていうか、出汁みたいなのが全部出ちゃってる感じでしょうかね。で、水質チェックは先日と同じでした。うちの水槽なら、そんな急激に竜王石が水質を変えちゃうっていうことはなさそうですね。そして初めての水替えも経験しておきます。ホースをね、直接洗面所につないで排水しちゃいました。で、ちょっとしたミスなんですけど、ブランチウッドが水に浸かるとね、少し変形しちゃうみたいなんですよね。で、接着点が少なかったのも原因だと思うんですけど、少しくっつける箇所を増やして修正しておきます。ブランチウッドを使うときはちょっと気をつけた方がいいかもしれませんね。で、こんな風に水をいっぱい入れたり抜いたりしてるのは、レイアウトに接着剤とか、水中エポキシ、あとコーキングも使ってますよね。で、それらの余計な成分を少しでも抜いておきたいので、アク抜きの期間を設けました。接着剤などは説明書にもアク抜きしろって書いてありますね。なので、とりあえずこれを続けたいと思います。では、今回使用した料金です。テトラテスト 6-in-1。これ試験紙のやつですね。1373円。セラ pH テスト淡水海水用987円。セラ GH テスト淡水用1122円で5リットルのポリバケツが180円。ここまでの金額が 93,777 円となりました。ついに注水完了で部屋に水系が現れました。でも魚もいないし、水草もまだないっていう、ただアク抜きのためだけに水を入れてある水槽を眺めて、こうね、なんとも言えない気持ちを味わってますね。冷静に考えれば部屋に大量の水があるっていうのもなんか面白い話ですよね。とにかく一つ扉が開いたかなという感じです。次回はこのアク抜きを繰り返しながら、機材の追加とかセッティングをしたいと思います。それではまた。